50代からでも強くなるテニス革命のスポーツドクター岩井です。50代の方が何に悩んでるのか私が代弁します。もう共感いただけること間違いないでしょう。それはですね、トップスピンが打ちたい。もう普通のストロークで普通のトップスピンが打ちたい。スピンを打ちたい。スピンをかけたい。これが50代の方の悩みでとても多い悩みだと思います。はい。これなぜ起きているのか解説いたします。はい。その昔、ラケットがまだウッドラケットだった頃っていうのがありました。木でできているラケット。今日ね、試合会場でね、そのウッドラケットを使って出てる方がいるんですけど。ウッドで。ラケットの大きさがまずこれの2分の1です。2分の1。そう、すごい共感いただける方多いと思います。聞いたことないメーカーのラケット、川崎とかね、ヤマハとかね、もう今は作ってないメーカーさんのラケットなんですけど、とにかく飛ばないと、今のラケットより。なので、こうやって、で、押し出すしかなかったんですね。ボールをこうしっかりと返すには。なので、昔のテニスの教科書を見ると、しっかり横向いて、もうこうして、ラケットを長く押し出しましょうみたいな。こういう打ち方が載ってるんですよ。こういう打ち方。わかる？でもややスライスなんです、これ。もうなんか、もう極端に言うと。こういう感じ。で、その教科書を読んでる時代がなかった。ラケットが進化しても。で俺もだってその教科書読んだから、こんな打ち方してるやついなくねっていうふうに思ったんだけど、アンディ・ロティックとかさ、出てきてさ、こんなんから、こんなになってるのにさ、まだ俺らが読んでた教科書はこうだから。何これみたいなギャップが生まれてるっていう歴史的な背景があります。はい、共感いただけたと思います。で、それでなんかね、急に新しいラケット来て、みんなプロがこんなやり始めて、グリグリのスピン打つジュニアとかが出てきて、なんじゃこれやってなって、スピン打ちたいってなってるのが50代の方だと思うんだよね。てかスピンちゃんとかけないともうラケット飛びすぎてどうやって試合展開をしていったらいいか分かんないっていうそういう状況にもなっちゃってるわけ。それで大問題なのは50代の方が普通にスピンかけようとしてもマジでかかんないらしいんだよね。マジでかかんないらしい。で、なんでなのっていうのを解説します。で、スピンを打つためにはここからね、実は柔らかくここヘッドダウンする必要あるわけ。ラケットヘッド、これラケットヘッドって言うけど、こう50代の方はこうね、ここ固めて手首固めてこう押し出してっていうことになってきた。でもうすんごい低いボールいくんだけど、逆にそれすごくねって思うんだけど、でもそれだってさこのラケットだと飛びすぎるからアウトするかもしれないし、ネットする可能性はすごく高いし、試合がすごい難しくなっちゃうわけ。だからそれを避けるためにこのラケットヘッドが落ちるっていうのが非常に大事。これにはまず細かいこと言うと前腕の柔軟性が必要なのこれ。なんか落ちちゃうと、ラケットが不安定になっちゃうから、ボールがいろんな方向行っちゃいそうで、怖いです。怖いし、固めろってアドバイスがあったりするんだ。でもその感覚はね、ぶっちゃけ人によって違うから、ここからある程度固めて打った方がいいっていう人もいるし、そういうタイプの人もいます。なんですけど、ほとんどのケースでっていうか、スピンかけたいなら下げなきゃいけないんで。もう物理的にボールより下からラケット入ってこないとスピンかけられるの難しいから。ここから入ったらもう上からこすったらもう絶対下行く。よくやる。でしょ？下からこう入りたいわけだから、もうここから手首しならなかったらもうこうやって体下げるしかないね。体っていうか腕を下げちゃう。ラケットがここからこう下がってきたら腕は高いけどラケットが下っていう状態が作る。でもここの手首がうまく柔らかく使えないよけどスピンかけたいっていう場合はもう腕ごと下げるっていう作戦がありますね。はい。これでも一応できます。だから激しいのはいかないけど、試合はしやすくなると。一つスピンかけるのに重要なのが、ここからですね、骨盤の動きっていうのがこうまるっきり違うわけよ。昔クラシカルテニスみたいな骨盤をできるだけこうね残して胸開かないようにして押し出すみたいな。それが今はこう回転させてね、胸も開いてでこうかけていくみたいな。この動きを習得しなきゃいけないから、ここの骨盤の動きっていうのを習得しないとなかなか難しかったりする。体重移動タイプは？これはその回転タイプであっても体重移動タイプであっても、ここからこういう動きで、この動きがスピンをより深くかけたいんだったらこう下からねこう突き上げるような動きになってくるということなんですね。でこれもすごい可動域が必要だし、股関節の柔らかさだったりとか
すごく必要になってくるし、臀部だったり内転筋だったり腸腰筋とかあらゆる筋肉がね調和してこないとできないから、これがそもそもできてない、この動きができてないのに激しいスピンが打てないっていう課題を抱えてるわけ。なるほど。だってずっと座ってさデスクワークしてさもう何十年もさ仕事してくれてるわけじゃん。そうしたらもうこっち側にさこう動かすなんて相当難しいよずっとこうなってるからね、っていう課題がある。はい、で最後にこのねここまでできて下がってきてこの動きできたってなったらラケットブンって出てくるんだけど、最後やっぱこのブロック、胸郭のブロックがこうやって固まってるじゃん。みんなこうやって、もうなんか携帯を満員電車で見てこうなってしまっている、料理をずっとしているがためにこうなってしまっているお姉さん方がこうやってきてここまで来てもこうなっちゃうわけ。だからこれが胸椎がしなれない、反れないためにこうなっちゃうとどうしてもラケットが走らない、ここが動かない人用のスピンになるねできればここもしならせてこういうシナリオを作ったらもうここからバコーンっていけるわけよ。肩甲骨も動くしこういうふうに、ということで、最終的にはそこを目指してほしいんだけど、胸郭の動きが出せなくても打てるスピン。じゃあ胸郭の動きが悪くても攻めれるスピンをやっていきます。はい、胸郭の動きが悪い方はですね、このスイング軌道を上に上げていきたいっていう時に、胸郭がしなって胸骨が上に向いてくる、この動きが重要になってきます。これがあるのでインパクトから上にラケットを抜いていくことができるようになります。ただここがしなやかに動かないと、ちょっとわざとらしくやるとこういう感じですよね。猫背になっちゃってラケットを上に触れないということが起きます。でこれを代わりに、このままでもう綺麗にスピンを打つためには、方法としては体を後ろに倒すことによって猫背のままなんだけどスイング軌道をなんとか上に持ってくるということは可能になります。でまずこの打ち方を解説していきたいと思います。少しだけですね、体重を後ろに残った状態で振っていくということが重要になってきます。はい、それでは行きましょう。あったか。そう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 。少しね角度を変えるだけでもだいぶスピンのかけやすさっていうのは変わってくるかなというふうに思います。この動きをずっと続けていると背骨が猫背なのに上に向かせるということで腰の部分で腰を反らなきゃいけないということが起きてきます。これをずっと続けていくと腰が痛くなってしまう原因になりやすいので、とても注意が必要です。ですから、まずはこれで、スピンきれいに打てるようになっていただいて、さらに怪我が起きないようにエクササイズ、ストレッチャートレーニングというのをやっていただけたらというふうに思います。それではこの動画いいなと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録、通知のオンをよろしくお願いします。ホームチェックやフィジカルに関する情報はメルマガにて配信しておりますので、ぜひご登録よろしくお願いします。お願いします。それでは毎日テニス革命。ファイヤー。